今日はですね、図書の植え替えをやろうと思います。で、植え替えをいつもこうやって動画撮ってるんですが、そもそもなんで植え替えしてるんだっていうのを説明したことが全くなかったような気がするので、今日はその説明をしながら、植え替えをやっていこうかなと思います。植え替えをいつするべきかとか、何の目的でするかとかっていう話はですね、結構難しい話で、僕なんぞがですね、説明しきれる話ではないんですが、一応ざっくりと、僕の場合は植え替えをする目的は2つあって、1つ目は単純に鉢を変えたい。この鉢じゃなくてちょっと別のにしたいからっていうのがまず1つ。ちなみに今日は、3つ用意してあるんで、どれに入れようかなって考えながら、よいしょ、やっていこうかなと思います。これか、これか。これには入れたいけど多分無理だろうな的なね、これか、どれかに入れていきます。でまずは鉢を、新しくね、ちょっと飽きちゃったから変えようかなっていうのが1点目と、もう1点目は、水の通りが悪くなったなと思ってやってるっていうのがもう1点目ですね。水の通りが悪いっていうのはですね、ちょっと動画撮ってきたんで見ていただきたいんですが、植え替えたばかりのですね鉢とか、そんな経ってないものは水やりをした時にですね、鉢の表面に水が溜まることなくですね、さーっと流れてくんですね。よいしょ。うちの場合は赤玉土と桐生砂を使っているので、その土が赤玉土潰れてない状態、ちゃんと団粒構造が保たれてるときっとこんな感じで、あとは根が回りすぎて土減ってるとかじゃなければちゃんと流れます。それに比べて水やった時にですね、全く水が流れなくて、そのまま鉢の表面に溜まってる時があるんですね。この大きさだと2年とか3年とかかな、入ってて、根も伸びてて、赤玉土も結構下の方は潰れてるんだと思うんですね、この状態だと。でその状態のまんまにしておくとですね、何がいけないかっていうと、いけないことはないんですよ。別にそれでも OK なんですけど、僕の場合はちょっとね、小ささでその水の通らなさだと、保水ですね、保水。赤玉土ってこういう団粒構造って言って、中は少し空洞になってるんですね。でそこに水とか肥料とかが入るようになってて、で乾くと今度そこに空気が通るようになるっていう土なんですが、それが潰れてると、もちろんここのね空間ないので水はたまらないし、肥料もたまらないし、プシャッとなってるんで空気も通りづらいっていうことがあるので、ちょっと管理がね大変なんです。日中もちゃんとね水やりができる人にとってみれば、それぐらいの方が木がね早く古びるというか、なんて言ったらいいんだろうな、いい状態に持っていけるので、そっちの方がいいっていう人もいますね。なのでこの辺は好みによりますが、僕の場合ちょっと難しいので早めにやっちゃうっていう感じでやってます。なかなかいい感じ。この植え替えのスパンですね、どれぐらいで植え替えするかっていうと、僕の場合だいたい小さいのが多いのでこんなもんですよね。こんなもんなので、長くても3年ぐらいの間には植え替えちゃうかなと。そうだな、1年に1回必ず植え替えなきゃいけないような木も、うちにはあって、根がすごい張るので、それはもうすぐパンパンになって水の通りも悪くなるから分かりやすいですね。でそうじゃないもの、例えば松類だと、大きなものだと普通に5年とか10年とかそのままっていう方もいらっしゃいますし、雑誌の記事で見た、内容では一度も植え替えないと、そういう人もいると。今日時間が余ったらこれもやろうと思いますが、例えばずっと入れっぱなしにしといて、で植え替えはしないで春にこの表面の土を一回さらって、でゴミを取って、でなんだっけな、苔みたいなのも入ってて、この中でもう生活ちゃんとそれでできるようななんていうんだろう、いろんな菌とか植物とかも入ってるらしくて、それをまな板できれいに叩いてもう一回戻すっていうすごい人もいました。でそういうこともやれるそうなので、ちゃんと水の量が最低限植物に与えられて、空気も通るようになってればきっとそれでもいけると思うんですよ。ただそれって最初に買ってきて1鉢目の人にとってみたらいきなりそれをやれってのはちょっと難しいと思うので、一応目安としては水が流れにくくなったなとか、僕と同じですね。
とか鉢変えたいなと思ったらやればいいかなと思います。ただまあ中にはこういうポットみたいなのに入ってるとちゃんと管理されてるかどうかはこれ申し訳ないですけど怪しい部分があるので、できれば買ってきてすぐには植え替えないで1年ぐらいはそのまま様子見るとか、肥料をちゃんと与えて元気にした方が安全なのかなとは思います。僕こういうの買ってきていきなりドンと植え替えることよくあるんですが、最初の頃は結構失敗してそれで枯らしたことがあったので、慣れてくるまではちょっと様子を見て、この木はこういう木なんだなって分かってから植え替えしてあげた方がいいのかなとは思います。さあじゃあ塗装の続きいきましょうか。そうそう、最近これ道具気に入ってて、これ陶芸用の道具なんですけど、結構ねなんかこう力が入りやすくて、こっからここの距離が短いからでしょうね。根かきってすごい長くてこんぐらいあるので、なんかこううまく力が先端に伝わってない感じがするんですが、これは結構いけますね。でこっちもとんがってるので粘土を削るようで、ここからでもこういけるし、これ結構いいですね。おすすめです。根かきっていつも僕が使ってるのを買うと1000円ぐらいはしちゃうんですが、これだとね300円、でもお店で売ってるっていうかは通販って感じになるので送料かかって余計高いかよくないか。じゃあそういうものもあるということで、なんかこの前他のねキミさんの動画でドライバー曲げてるっていうのあったので、ドライバーも多分ね小さいのってこんぐらいなので、そこをこう先端をキュッと曲げると確かに使いやすそうだなと思いました。こんなもんでいいでしょう。でそれを入れてみて、こういう感じか。悪くないな。なんかそれっぽくていいですね。悪くないですね。次がこれですね。これケンジーさんの鉢ですね。よいしょ、僕の大好きな作家さんです。そもそもねこの塗装確かケンジーさんにいただいた塗装なので、ケンジーさんにいただいた塗装をいただいたじゃないやケンジーさんの鉢に入れるっていうのは、これはね多分ベストマッチなはずなんですよ。ベストマッチですねやっぱこれにしようかな。これが良さそうだな。で最後もう入んないな、絶対入んないな無理だ、これはやめとこう。これはやめておこう。こっちにします。これでいきましょう。そうそう、でちょっと話戻って、さっきのあれですね、植え替えの話ですね。1年の間でどこにするかっていうのはですね、ちょっと木によるっていうのもあるんですが、ざっくりといえば春先。今日もこの塗装こうちょっと目が動き出しているんですが、こういうとこですね。わかりますかね。僕は自分で画面を見ててわかんないんですが、こういうとことかね目が動いてますね。でその目がよいしょ、動き出してから完全に葉が展開するまでは問題なくやれると思うので、春だったらその時期にやると。でもし、春逃しちゃってでもすぐやんなきゃいけないとなったら、雑木の場合は梅雨に葉刈りをしてですね植え替えたりすることもできるので、その時期にやるのもいいかなと。よいしょ。雑木だったらこれちょっと時間余ったらやろうかなと思ってた春に入れですが、今ちょっと先端がこう芽吹いてきてるの見えますかね。これが完全に開くまでは植え替えは全然大丈夫とは言われてますね。でその雑木を梅雨の時に植え替えたり時は少し葉を減らして、で根を切って植え替えてあげると。理屈としてはですね、木の上がこういっぱいわっさーっと葉がなってる状態で、それに合わせて根が伸びてるこの下の部分を突然こう減らしちゃうと、上に対して光合成で水がねこう出てったりするので使ったり、それに対して吸える根の量が減っちゃったりとか、回復に時間かけなきゃいけないので、それにちょっと都合が悪いってことでしょうね。その辺は僕ははっきりと分かるわけじゃないので、難しいところですね。あとは赤松とか黒松とか五葉松だったら真夏8月の真ん中ぐらいですかね、僕がいつもやってるのは。それぐらいにもできます。松は意外と春だけじゃなくて夏も根が伸びる木で、
その時期も旺盛にね根が伸びるらしいので、その時期に植え替えして早く回復するので、やっても OK と、そういうことらしいです。なので無理に春にね臓器とか松、植え替えなくてもそういう別の時期にもできますよっていうことですね。あとは臓器も小白類も秋にできますね。9月ちょっと過ぎたかなぐらいの真ん中ぐらいから、暑さが少しずつね涼しくなってくると思うんですよ、収まって。その頃にまたやったりもできます。ただ秋にやるときはですね、針金通してないまた忘れた。秋に植え替えするときはもう春ほどね根切っちゃうとそこから先はあんまり根が伸びないので、冬ちょっとね危ないかもしれないので、ほどほどに切るっていうのをやっとけばいいかなと思います。いやまた通し忘れた針金通すのしょっちゅう忘れてますね僕ね。もうちょっとかな。ちょうど良さそうですね。こんな感じで、あとは針金締めて土入れていきましょう。できた。よし。さてできましたね。いい感じいい感じ。ちょっともうちょっと浅くした方がよかったかないいか。それはなんかちょっと引っ張ってごまかしてそのうちなんとかなるのを待とう。でそんなわけでちょっと話半分になりましたけど、植え替えの時期としては僕はこの鉢に水の通りが悪くなったタイミング、もしくは鉢変えたい時やってますっていう感じですね。でこれは人によって結構違うので、大きさによって違うし、育ててる樹種によっても違うし、地域によっても違うのかなので、一概にどれがいいって僕も言えないんですけど、いろんなタイミングでちょっとやってみてもらって、結局木が弱んなきゃ僕はいいと思うので、何度もね頻繁に植え替えするとやっぱり木弱るし、1年の間に2回とかは絶対ダメですよ。必ず1回はねゆっくりワンシーズン通して様子見てもらって、せいぜい多くても1年に1回やっぱ違ったなと思って何回も出すとこれね、根を傷めるので、植え替えって木にとってとても負担が大きいもので、根をこうやって動かすとね、ダメージがありますから、それを休ませるためにちょっと失敗したなと思っても少し様子を見てもらって、で予想を新たにもう一回来年やってみるっていう感じがいいかなと、その時は。で何でしたっけ何の話だっけそうだからどれぐらい入れとくかっていうのは人によって変わるので、いろいろやってもらって、で自分に合ったペースをね見つけてもらうのがいいと思います。最初にやるときに、ちょっと怖がらないで、僕の動画でもやってるような感じでさらっとやってもらって、あとは管理がちゃんとできれば、そうだ管理の話だ忘れた。植え替えした後は、できることなら1週間ぐらいは、日の当たるとこに戻さないで半日陰ぐらい。半日陰っていうのは午前中は日が当たって午後は日が当たんなくなるぐらいかな。もしくはそれも難しければもうずーっとちょっと暗めのとこに置いといても OK です。1週間ぐらいちょっと置いてゆっくり休ませてあげて、で徐々に日の当たるとこに戻すと。夏場に植え替える松の植え替えはそのまま植え替えてそのまま出しちゃうっていうのできるんですよね。ただ他の木だとちょっと怪しいし、全部ができるかどうかわかんないので、一応念のためそこはそういう風にやってもらって、で肥料はですね、すぐあげたいとこだとは思うんですが、できれば1ヶ月だけ待ってもらって、でその後からあげてください。肥料はなくても別に盆栽弱ることはね、ないことはないけど基本ないので元気には育ちますんで、無理にね大きく切ったね、手術とかした後なんですよ。人間にしてみればそこにカツ丼食べさせるようなもんなので、1ヶ月まず休ませて、根の傷とかをねゆっくり治してから、その後から肥料はあげてください。よかった、大事な説明忘れるとこだった
まあという感じでですね、なんか頻繁にこの人植え替えしてそうだなって見えるんですが、結構やってなくて、僕は本当に鉢変えたい時と水が通り悪いなと思った時だけなので、まあその辺を参考にしてもらって、他にもねちゃんとそういう説明してくれてる動画もありますんで、いっぱい情報だけこう集めて、その中から自分に必要そうだなと思うものをまず試してもらって、で自分なりの方法をねこう構築してもらえればなと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではまた。